こんにちは。今回の動画では、物を減らすほどにお金をかけなくなったこと10選をご紹介します。もともと雑貨好きマキシマリストで、家計簿も節約も片付けも嫌いで苦手だった私ですが、ミニマリズムの考え方を取り入れて実践するうちに、人生の目的や自分に何が大切か、何にお金をかけたいかをよく考えるようになりました。元浪費家でいつも散財していた私が、物を減らすほどにお金をかけなくなったことを10個ご紹介します。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと1つ目、雑貨。家で雑貨屋さんをするほど雑貨が大好きでしたが、物を減らすようになって一番に減らしたのが雑貨でした。飾る雑貨はホコリをかぶり、掃除の手間を増やし、どかして掃除に取り掛かるので、いつも掃除のやる気を奪っていました。増えた食器は洗い物を増やし、食器棚にしまうのが億劫になり、自炊のハードルを上げていました。おしゃれなキッチンリネンやカッティングボード、木の鍋敷きも洗濯や乾燥などの手入れや手間がかかり、キッチン収納を圧迫していました。雑貨も必要なものでなければ結局負担が増えて大切にすることができませんでした。ほとんどの雑貨を手放した今でも雑貨屋さんに行くことはありますが、必要なものがなければ買うことはありません。せっかく来たからと使うかもしれないポストカードやマスキングテープを買ったりすることもありません。今は生活雑貨は必要になった時に無印良品で購入するようにしています。無印良品は継続して購入できる価格帯で、パッケージがシンプルで可愛いので、無印良品を置いているだけで雑貨を飾らずとも満足できるようになりました。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと2つ目、食器。食器は使うものだからいくらあっても良いと思い、陶器の器やマグカップや湯飲み、手作りの豆皿や大皿などたくさん買い集めていました。食器棚には重ねられない食器が増えて収納を圧迫していました。手作りの高価な陶器を家族分購入しても、ズボラな私はすぐにかけさせてしまって、数が揃わないことがいつもストレスになっていました。多くの食器を手放してからは、手作りの陶器、湯飲み、白以外の食器、グラス、買い足せない食器は買わなくなりました。今は食器は和洋中どれにでも合うシンプルな白い丈夫な磁器の器だけを使っています。結果的に食器棚を手放して引き出し2段に収まるようになりましたが、お気に入りの使いやすい器だけになって食器を見ても欲しいと思うことがなくなりました。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと3つ目、収納。以前は物を整理するときに必ずと言っていいほど買い足していた収納でしたが、手放したものランキング1位も収納でした。多くを手放してみて家を整えるためだからと買っていた収納こそが浪費になっていました。今でも片付けていると収納が必要と思うことはありますが、安易に買うことはありません。まずは紙袋で代用して、その場所が本当に使いやすい動線かを確認します。設置場所が確定したら、ちょうど良い収納の大きさを見極めます。実際に今使っている同じ大きさの収納ボックスの中身を出して、試しに使ってみるようにしています。これをやると収納の大きさが合わないということもなくなりますし、今まで収納に入れていたものを見直すきっかけになって、意外とそのまま買わずに済んでしまうことが多いです。収納にお金をかけず、本当に収納しておく必要があるかを見極めるようにしています。
物を減らすほどにお金をかけなくなったこと。4つ目、一人カフェ。以前は一人で素敵なカフェに行ってランチをしたり、おしゃれなカフェでお茶をしたりと、趣味のようにカフェを満喫していましたが、最近は一人でのカフェにお金をかけることをやめました。以前は雑誌や SNS で素敵なカフェを見つけると、それを目的に出かけて、物より経験にお金をかけていることに満足していました。ですが、おしゃれなカフェでランチをすれば、軽く2000円は使います。デザートまで食べたら3000円を超えていきます。それを食費に考えたら、今日の夕飯がかなり豪華にできそうです。今は一人のカフェよりも誰かと美味しいものを食べる方が私にとっては価値が高いです。作業をするときもなるべくカフェを使わず、図書館などで作業をするようにしています。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと。5つ目、毎日の食事。日々の食事を献立を決めてから1週間分のまとめ買いをするようになって、食材が使い切れずに腐らせてしまうことや余計なものを買ってしまうことが減りました。予定に合わせた献立作りとまとめ買いをするようになってからは、予備の買い置きができるようになって、お昼に買い食いをしてしまったり、予定がある日に疲れて外食してしまうということが減りました。献立にないパスタや冷凍うどん、食パン、冷凍餃子などを買い置きしておくことで足りなくなることがなくなったので、無駄な買い足しがなくなりました。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと。6つ目、洋服。今でこそ服の数は少ないですが、もともとは服が大好きで、クローゼットの床には端から端まで引き出しを置いて、クローゼット上にも季節外の服を詰め込んだボックスを置いていました。アウターやニットはほぼクリーニング必須で、子育て中にしまい込み、1年に 1,2 回着てクリーニング出すという浪費をしていました。引き出しいっぱいの服も年に数回しか着ていないものが多く、ほとんどの服は手放しました。そんな失敗を繰り返した今は、重い服、サイズが合わない服、ポケットのないボトムス、デニム、クリーニングが必要な服は買いません。毎日違う服を着たり、バリエーションを多く持つことにお金をかけなくなってからは、着心地のいい毎日着たい少ない服にお金をかけられるようになりました。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと。7つ目、季節限定の家電。物を手放す前は扇風機や電気カーペット、加湿器や除湿器を持っていましたが、季節を限定する家電は1年のうち4ヶ月か半年と使う期間が短いです。使わない期間にしまっておくスペースも必要になります。寒いからと価格の安いハロゲンヒーターを買ってみたり、足元に置くタイプのヒーターを買ってみたことがありますが、その後の収納場所や管理の手間を考えると使い勝手が悪かったです。季節を限定する家電にお金をかけず、通年使える家電を使うようにしたら、安易に家電を買うことがなくなりました。毎年自分で使う電気毛布を買おうかと迷いますが、結局買わずに冬を越しています。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと。8つ目、コスメ。以前は仕事のモチベーションを上げるためにコスメを買って気分を変えたり、季節に合わせてコスメを使い分けたりしていました。今は使い分けせず、日焼け止め、パウダー、アイブロウ、チーク、リップのみを使っています。失敗を繰り返し、クレンジングが必要なコスメ、イエベのコスメ、別でブラシやスポンジが必要になるコスメは買わなくなりました。一用と一種類のコスメにしてからは、一つ一つのアイテムを慎重に選ぶようになって、
お店で試したり、店員さんに相談して買うようになったので、失敗をすることが減りました。肌の気になるところを隠すよりも、汚れをしっかり取り除いたり、バランスの取れた食事をとるなどして肌の状態を良くしたいと思っています。物を減らすほどにお金をかけなくなったもの。9つ目、人付き合い。以前は誰からも嫌われないようにと、好きでもない人に愛想笑いをしたり、価値観が合わないと思いながら適当に合わせて付き合っていました。コロナ禍になり、人と過ごす時間が貴重だと感じるようになってから、本当に大切にしたい人や好きな人に時間やお金を使いたいと思うようになりました。最近は人付き合いで疲れるということがなくなって、ストレスを感じることや以前のように次の日まで影響してしまうということもなくなりました。物を減らすほどにお金をかけなくなったこと10個目、趣味のもの。結婚してからもずっと持ち続けていたスノーボードを2年ほど前に手放しました。趣味のものは人生が充実するし、持っておくべきだと思っていましたが、結局ミシンも雑貨もコーヒーの抽出器具も全部手放しました。最近は映画鑑賞、少ないもので暮らすこと、ランニングなど道具やお金をかけなくても自分が楽しいと思えることをしています。先に道具を買ったりしなくなるとプレッシャーを感じないので楽しく継続できています。いかがでしたか？今回の動画では物を減らすほどにお金をかけなくなったこと10選を紹介しました。物を減らし自分と向き合うようになってからお金の使い方が変わりました。これからどう生きたいか、生きているうちに何をしたいか、歩けるうちにどこへ行きたいか、目が見えるうちに誰と会いたいか、そういったことを考えると今のお金の使い方が変わってきました。ただ目の前の節約に目を向けると楽しくないですが、目的を持つと前向きに買わない選択ができるようになると思います。いつも動画を見てくださりありがとうございます。動画の感想や質問も気軽にコメントいただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。